ローズ。はい、今日はですね、モード。ちょっとこちらについて、シェアハビしようかなと思います。イエイということでですね、モードなんて言ったらいいんかな。ちょっと難しいように聞こえるかもしれないですけど、私そんな難しい話ちょっとできないんで、薄っぺらいところをちょっと説明していこうかなということでございまして、ジャズの理論とか、ポップスも含むんですけど、やっぱそういう理論でやっぱちょっと欠かせない部分なんですね、モードって。詳しく知らなくても、そういうものがあるんだなって知っておくだけで十分だと思うので、ちょっとね、ここをね、ちょっとね、説明していこうかなって思うんですけれども、そのモードとか知ってるみたいな人は、別にこの動画思んないと思うんで、ちょっとなんかもっとね、音楽理論めっちゃ詳しい人とかの動画を見ていただいた方がちょっといいかもしれないんですけれども、そのね、そんなにこうちょっとなんていうんですかね、めっちゃペラい理論をね、話してるシリーズっていうのはね、ちょっとあるんで、このあたりとね、ちょっとセットでこの動画を、見ていただければなっていうふうには、思うんですけれども、今日はね、ちょっとモードという、ことについてね、お話ししようかなと思います。で、なんでこれを動画にしようかと思ったかっていうと、例えば、このコード進行だったら、このメジャースケールとかなんかこんな使いますよ、みたいな、このキーになりますよ、みたいな、とか言ったりしてるんですけど、じゃあなんでみたいな。なんでそうなんのみたいなことを言われたときに、やっぱその、モードの部分のその理屈がちょっと分かってないと、理解できない部分ってあるんですよね。だからね、ちょっと避けては通れないんで、ちょっとこのあたりをね、喋っとこうかなって感じですね。で、なんか、やっぱ、ジャズのこの理論の話とか、なってきたら、やっぱこのモードの話って、絶対出てくるんですよね。残念ながら。だから、ちょっとね、こういうものがあるんだっていうことを、ちょっと知っておいていただ、はい、そういう感じでございます。ちょっとモードとはっていうことで、ちょっとググってみたんですけども、モードとは、あるスケールから派生したスケールのことです。聞いてもちょっとピンとこないと思うんで、ちょいちょいこうね、ゆっくり説明していこうと思うんで、ちょっと、はい。地図チャンネル。はい。では、早速、ちょっとね、この、楽譜をちょっと出しながら説明していこうかなって思うんですけど、まずね、キーがちょっと大事なんで、C メジャーの、キーで説明していこうかなと思います。はい。C メジャースケール。これね、もうみんなご存知、ドレミファソラシドですよね。で、もうこれが、C メジャースケールですよね。で、じゃあもう早速、モードの話になるんですけども、それが、こちらです。C メジャースケールを基準にしたときに、それぞれの音から始まるモードっていうのはスケールなんですよね。ドレミファソラシド。これ、C メジャースケールなんですけど、そのモードの話で言ったら、イオニアンスケールって言うんですよ。で、C メジャースケールの0から始まったら、ドリアンスケール。で、ミーから始まったら、フリジアンスケール。ファーから始まったら、リディアンスケール。で、ソーからはミクソリディアン。ラーからは、エオリアン。C からはロクリアンスケール。で、言います。もう、それでね。で、ミファソラシドレは D ドリアンスケール。ミファソラシドレミだったら、E フリジアンスケールみたいな感じで、言っていくんですけれども、これね、ちょっと覚えやすい、言い方がありまして、これはね、ちょっと聞いたことあるかもしれないですけども、この、それぞれのスケールの頭文字を取って、イドフリミエロって言うんですけどもね。これほんまですよ。これ別に私が作ったやつじゃないですけど、結構、イドフリミエロっていう感じでね、ちょっと数えたりする、
まあ、未だにしたりしてるんですけれども、まあ、そんな感じでね、まあなんか、覚えていただければまあいいんじゃないかなという感じです。ということで、これね、ちょっとね、まあ、なんていうんですかね、それぞれのスケールを覚えるっていうか、どういう仕組みでっていうか、ドリアンスケールになるのか、フリージャンスケールになるのかっていうのを覚えていただくといいんじゃないかなと思います。で、さっき言ったと思うんですけど、ドレミファソラシドレミファソラシドってこれ C メジャースケールじゃないですか。それぞれ、例えば、ドリアンスケールだったら、レミファソラシドレって感じで、C メジャースケールの音と、まあ、構成音は一緒じゃないですか。C メジャースケールってシャープもフラットもついてないと思うんですけど、まあ、ね、これ、どのスケールとっても、シャープもフラットもついてないじゃないですか。まあ、っていうことは、まあ、C メジャースケールと構成音は同じだと思うんですけど、ルートの音が変わってるじゃないですか。ドリアンスケールだったら、レからスタートしてて、レミファソラシドレ、フリジアンスケールだったら、ミから始まって、ミファソラシドレミってなってると思うんですけど、ルートが変わると、モード、このスケール、全体の特徴も、まあ、それぞれ変わるんで、響きとか、まあ、特徴とかですかね。まあ、それを、まあ、なんていうの、覚えるっていうか、こう、耳にこう馴染ませるみたいな、まあ、そういうのがちょっと大事なんちゃうんかなって、まあ、思いますね。C メジャースケール。これまあ、イオニアンスケールなんですけど、まあ、これはよく、まあ、聞くと思うんですけど、ドリアンだったら、まあ、こんな響きになるわけですよね。ミクソリディアンスケールだったら、まあ、こんな響きになるんですよね。これちょっと、こう全体の、こう、特徴が、まあ、それぞれ変わる、それぞれのスケールによって変わるんだなっていうのも、まあ、ちょっと覚えていただくといいんじゃないかなって、まあ、そんな感じですね。地図チャンネル。じゃあまあこれがコード進行でどう活かされるかっていうと C メジャーの251をちょっと例にこう挙げるんですけども、Dm7 ス、G7 ス、C メジャー7ス。これ C メジャーの251ですね。これもうまあ C メジャーのキーなわけじゃないですか。じゃあ Dm7 のところでドリアン。で G7 スのところでミクソリディアン。C メジャーセブンスでイオニアンスケールっていう感じでこのコード進行の上でまあモードがまあこういうモードが使えるっていうまあそういう話ですでまあそういう感じで例えばまあなんかジャズのスタンダード曲とかそういうのも分析したときになんかこうミクソリディアンが使えるとかフリージアンスケールが使えるとかそういう分析をまあする必要があるっていうかやっぱここはねちょっと大事かなっていうまあそういう感じですね。地図チャンネル。で、まあキーが C メジャーの場合の話をまあずっとしてるんですけどもまあこれ結局、キーって、まあ、12キーあるんで、それぞれのキーで、まあ、考えられるようになってほしいんですね。キーがまあ、F メジャーだったら、まあ、ファソラシドレミファ、ソラシドレミファってなるじゃないですか。まあ、その場合は、まあ、ちょっとこういう感じなんで、F メジャースケールをね、ちゃんと、まあ、知った上で、G のドリアンスケールってなったら、ソラシのフラットドレミファってなるわけですよね。まあ、そんな感じで、応用して、いろんなキー、なんていうんですか、曲って、C メジャーだけじゃないんで、まあ、ちょっといろんなキーがあるんで、まずね、いろんなキーで考えられるようにね、まあ、していただければいいんじゃないですかね。まあ、これはもうほんまに、笑いながら言ってますけど、まあ、結構大事なんで、まあ、ちょっと頑張ってみてください。地図チャンネル。はい、ということで、まあちょっとほんまに、めっちゃペラい話をちょっとしたんですけども、まあもっとちょっと深掘りしたいっていうか、方は、まあもうちょっと、こう、理論大好きな、まあ人にちょっと、話を聞いてみはった方が、まあいいかもしれないんですけども、まあでもね、ちょっと、まだ何も音楽理論わからないよー、みたいな、ちょっと軽く知ってみたいよー、みたいな。まあ、そういう人はね、まあ今日話した私レベルのところ、例えばアドリブするってなったら、も
ちょっと避けては通れない部分なんですよね。だから、深く、理解しようとしなくてもいいんで、そういうものがあるんだなっていう感じで、ちょっと、覚えていただければなと思います。で、これと合わせて、もうちょっと、この動画の冒頭でも言ったんですけども、ダイアトニックコードの動画。もうこれもね、やっぱね、ちょっとやっぱ必須なんですね。ちょっとサックスやってる人が結構この動画チャンネル見られてると思うんですけども、残念ながらやっぱね、コード楽器ではないけれども、コードは絶対大事なんで、このね、ダイアトニックコードの、ことを話してるところも、セットで見てほしいですね。で、コードファンクションっていうね。これもね、ちょっとやっぱ、残念ながら、ちょっとジャズとか、ジャズっていうかアドリブやりたいみたいな人は、ちょっとこういうコードファンクションについてもやっぱ理解をしておく必要があると思うんで、頑張ってみてほしいですね。私も、そんなに、今までね、何度か、音楽理論の話とかもね、ちょいちょいしてるんですけど、じゃあ理論とか強いかって言われたら、ちょっと口ごもる感じなんですよね。やっぱなんかこう耳で聞いて、こんな感じかな、みたいなところもあったりするんですけど、そんな私ですら、やっぱり、ここの、今日話したやつ、モードの部分は、やっぱちょっと外せへんなって思うんで、理解していってほしいなって思うのと、私的に、この理論っていうのは、感覚的な部分で、演奏してるとは言いつつも、やっぱそこに、絶大な自信があるわけでもないんですよね。だから、そこを、補うというか、自信につなげる、ツールとして理論があるって、ちょっと思ってるところがあるんですよ。それね、人それぞれですから、いろんな人いますから、そうじゃないっていう人もいらっしゃると思うんですけども、でもね、やっぱね、理論で、どうにかして、演奏しようっていう方とかもいらっしゃるんですけど、感覚的なものもやっぱ大事にしつつ、でもそこにちょっと不安要素があるんだったら、それをちゃんと理論で、これはこうだからこういう感じで演奏できるんだって言える、自信につなげるものだという意識でっていうかね、意識っていうのはちょっとあれなんですけども、その意識なんて人それぞれですからね。そんな感じで、勉強してほしいなって思うんですよね。ジャズって言われたら結構理論がね、大事みたいな思われがちですけども、結構その感覚的な部分を大事にしつつ、理論もちょっと学んでほしいなっていう、私の、そんな思いでございました。ちょっと、今日話したことくらいはちょっと覚えといてほしいかなって感じです。はい。地図チャンネル。今日言ったことっていうのは、いろいろ、今まで曲とかやったりしてますけど、全部ね、ここの部分はこのスケールでいけるみたいなことを、ちょっと今までぐちゃぐちゃ言ってたと思うんですけど、そこの、なんでそうなるかっていう部分を掘り下げていったときに、やっぱりこのモードの部分っていうのは、ちょっと大事になってくるんで、ちょっとね、移動振り見えろっていうことでね、移動振り見えろ、それをね、ちょっと覚えていただければなと思います。じゃあ、今日はこれで終わりです。この動画が面白い、役に立ったと思っていただいた方は、高評価を、チャンネル登録もよろしくね。